んにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは、昨年秋に発売された、イーシーンミニマスタング P51B をお送りします。プリオーダーの7番目に注文したのに発送されず、ペーパル経由で支払い代金を取り返すのに2ヶ月。以前にもこういうことがあったのですが、プリオーダーで安く注文された商品は発送されず、その後にほとんど割引のない同一商品の注文はなぜか先に届く。なお、発送種別は両社とも同一。というわけで、今回は信頼できなくなったバングを避け、ヤフオクで入手してレビューすることにしました。レビューが遅くなってごめんなさい。本機は先に蓝宇模型社が発売するボランテックス V761-5P51B を イーシーンブランドに供給する OEM 品で、日本国内では入手の難しいボランテックスではなく イーシーンを選択するわけですが、外箱のクオリティは激しくダウン。まあ、中身は全く同じ構成の商品ですので、目をつぶりましょう。さて、本機は、名機と謳われる、ノースアメリカン P51B マスタングをベースモデルとするスケール機で、カラーリングは、今も米国メリーランド州ドーバー空軍司令部博物館で展示されている、ボニー・ミス・ケンタッキーステートの機体を元にした、通称レッドテールカラー。多くのホビーラジコンを出荷してきたボランテックスらしい全 EPP 製の機体は RC としての性能を優先しつつもスケール感を壊さない上手なモディファイで素晴らしいの一言。マイクロ機という小サイズゆえの特性に対応するため垂直尾翼、水平尾翼ともに拡大し、実機では、その厚みから失速特性が悪かった主翼も、肉抜き薄型のカンバー翼に変更。不足する強度は、カーボン製のかんざしで確保するなど、各部の飛ぶためのモディファイが光ります。また、さすが、ホビラジメーカーだなぁ、と感嘆させられたのは、ボディとスピンナーの隙間が、練習1ミリのクリアランスしかない、という点。スラスト角をあらかじめボディ側が吸収するよう斜めにカットされ、実機のような流麗なヘッド周りを実現するには、金型を作る前に試作機で十分な調整を行わないとできないことなので、実は手間と時間がかかり、低価格を売りにするマイクロ機では難しいことなのです。さらに、運用していると不満の出ることが多い、滑走時の安定性は、拡大された台形車輪で改善されてるし、重い4枚ペラをあえて捨て、高効率の台形2枚ペラで軽量化して、その分、プラパーツで作られたスピンナーと、過度な応力で離脱するプロペラセーバーの搭載は、着陸時、お辞儀症候群の私のためにあるような、完全に俺得な装備なのです。さあ、ご動作テスト。水平垂直尾翼を駆動するのは、受信機統合型のマイクロロータリーサーボで、マイクロ機に求められる速度、トルクともに必要に十分、ニュートラルセンターの誤差もほとんどありません。分解能も比較的高い印象で、舵の上下左右に差もありません。良い感じです。エルロンは主翼中央に独立配置されるサーボで駆動されますが、複雑なクランク機構などは使わず、十字ホーンと斜めのリンケージを上手に使って左右の動力を直接駆動しています。唯一の欠点はサーボホーンが機外に露出している点で、主脚を外しての着陸では、この箇所の破損やゴミの噛み込みに注意が必要です。ジャイロテスト。ジャイロは OEM 元のボランテックスで定評のある X パイロットスタビライザーのサブセット。
本機搭載の X パイロットはビギナー用にカスタマイズされており、ジャイロ完全オフのエキスパート、中アングルまで許容するミドル、小アングルのビギナーモードを持っています。まずはエキスパートモード。このモードは完全にジャイロ補正がオフになるので、介入されることがない操縦を楽しむことができます。次はミドルモード。飛行中の機体角度が中程度のアングルまで許容するジャイロモードです。30度までは瞬時補正となるポリシーで、許容角を超えるとロック指向のジャイロとして動作します。なかなか面白い補正ポリシーのジャイロですが、ちょっと許容されるアングルが小さい気がします。最後はビギナーモードです。ビギナーモードもミドルモードと同じような補正ポリシーですが、より強力に補正介入を行い、許容アングルもさらに狭くなります。ただ、不思議なことに、ビギナーもミドルも背面時の水平は特別に維持するように動作します。なんでだろう？これはこれで面白いですね。ボランテックスは、ホビーラジコンの総合メーカーらしく、ちゃんとしたコンピュータープロポも発売していますが、RTF 付属送信機はかなり残念な感じで、スティックのニュートラルセンターにあるデッドバンドは広大。最大等角近辺もデッドバンドがあり、とても狭い可動域しか反応しません。加えて気になるのは、スティックを倒した時のディレイで、映像の通り、結構遅れて舵が切れる印象です。ただ、エキスパートモードにすると、応答速度も可動域反応も改善するので、受信機側の問題も大きいようです。特殊機能のチェック。送信機には特別な機能が備わっており、左ショルダーのアクロボタンを押すと、直後のスティック操作に合わせ、一時的にジャイロ介入のないマニューバを半自動で行います。また、飛行中にスロットルのダウントリムボタンの長押しで、機体は U ターンして戻ってきます。アクロボタンでの自動マニューバがどういった動作なのか見てみましょう。ボタンを押し、アラームが鳴ってる間にスティックを入力すると、それに従った動作を行います。エルロンスティックを右に倒せば右ロール、左なら左ロール、エレベーターを上に倒せば引き起こしの正ループという具合。ただし、エレベーターダウンを入れても逆ループはできないようです。まあ、当たり前ですね。重量は実測で 44.3g。バッテリーは 10g 前後なので、スペックより軽いですね。飛行テスト。よいしょ。離陸は簡単で、ビギナーモードの角度制限を利用し、エレベーターアップを引いたまま、スロットル全開で発進。ちょうどいい上昇角を維持したまま、綺麗に飛び立ってくれます。快晴、微風の飛行日より、画面右から左へ1から2メートルほどの環境風です。まずは、スローフライから試しましょうかね。なかなかいいです。ジャイロ優秀。そろそろ翼端失速を起こしそう。時折、スライドするように、機体が左右に逃げ始めました。おっと、失速。
もう一度、スロットルを絞りつつ、エレベーターアップを引いて、水平を維持していくと、ふらっと機体が横に滑り落ち、舵が効かなくなります。これが翼端子不足の瞬間です。たった落下1メートルで回復できるのは優秀なジャイロとこのパワーのおかげ。水力 47.4g は重量水力比が1対 0.9 にも及ぶ驚きの数値。普通はせいぜい1対 0.5 程度。さて、次のテストに進みます。フル4チャンネルらしくロールに行きましょう。まずはプロペラハンドルクに合わせた左ロール。若干高度は落ちますが、高いロールレートでスパッとできます。ループも試します。もりもりパワーのおかげで大きなループも簡単。ほぼ機体重量と同じ水力を持つ本機は、マイクロ機ではありがちな、上昇中のめくれ落ちする汚いループではなく、速度を保ったまま、上視点まで駆け上がることで、しっかりとしたループが描けます。とてもいいですね。もう少しロールも試します。エルロンの操作だけなので、背面時に高度こそ落ちますが、左右ともに高いロールレートで小気味よく回れます。左ロール。右ロール。ロールも正ループも十分できて、舵の応答も良いので、逆ループをやってみます。まあ、逆ループは回りきれず、かなりひどい墜落になってしまいました。ほぼ正面、少し背面に向いてたでしょうか。かなりやばい墜落だったので、バラバラも覚悟しました。ところが、ボディも守備力も、視認できる破損なし、離脱機能を持ったプロペラが外れただけで、ギアも無問題。なんだそれ。プロペラを装着しただけで、普通に飛んでしまいました。大丈夫なんだね。ゼニー PP 製恐るべし。ボランテックス恐るべし。せっかく飛ばしましたが、フライトタイマーのアラームが。バッテリーを使い切るので、着陸させます。おっと、着地寸前で翼端失速。翼端失速するな。2回目。手前に。ホ
今期の中抜きのカンバ翼は向かい角のわずかな増加で急激にエアブレーキとなるため、離陸時はしっかりとスロットルを上げ、パワーで引っ張りながら飛び立ちましょう。さて、高い揚力を発生する反面、前述の通り、ブレーキとなりやすいカンバ翼ですが、機体のバランスや重量、細やかな姿勢制御によっては、十分にグライドすることができます。というわけで、早速滑空。スティックに触らなければ、シャイロのおかげで驚くほど普通に滑空してしまいます。とても予測しやすい軌道を描く機体で、操縦が超イージー。パワーは文句ないですし、癖はあるものの、シャイロも優秀。墜落したって壊れない、エトセトラ。進路が予測しやすいですね。これは稀に見る傑作機の素質があるかもしれません。というわけで、ここからは自由飛行タイム。エキスパートモードだと、ちょっとコロコロ感が強いですね。自己復元力の希薄な機体なので、振り回した後、水平飛行に戻したい時に、ミドルモードにするのが良いですね。では、着陸です。翼端失速しないように、スロットルは完全には抜かず、アイドル程度に回したまま設置させます。成功。楽しく飛ばすことができました。